コアクセルバーンって入れてください。うわー、だ、すごいフォー。これがこうか。こんにちは、トヨタイムズの富川裕太です。今回はですね、リリースされたばかりのこちらレクサス初のバッテリー EV 専用モデル RZ を特集いたします。この RZ という車がどんな車なのか、そして開発するのにどんな苦労があったのか、さらには今後バッテリー EV が普及していくためにはどんな課題があるのかなどなど、いろんな角度からお伝えしてまいります。トヨタのバッテリー EV ラインナップです。私たちはできる限り多く、できる限りすぐに CO2 を減らさなければなりません。未来はみんなで作るもんだと思います。世界で課題となっているカーボンニュートラル社会の実現。レクサスは2035年までにグローバルでバッテリー EV100% を目指しています。その旗印となるのが初のバッテリー EV 専用車 RZ です。ここセルフになるどうなの？踏んでみてください。どうでしょうか。何これ？別世界。で思わず叫んじゃうような RZ、 その乗り心地リポートさせていただきます。今日は岡山国際サーキットにやってきました。というのもですね、あの RZ に乗せていただけるということなんです。しかもチーフエンジニアの方に説明していただけるということなんですね。この奥で待ち合わせしております。RZ がある。渡辺さん、おはようございます。すみません、富川です。よろしくお願いします。いやー、かっこいいですね。ようやく走れるように車も完成してきたんで、はい、今日はぜひよろしくお願いします。いよいよですね。はい、失礼いたします。いやー、楽しみ。行ってまいります。うわ、すごいっすね。すごい。もうこの最初の走り出しからすごいですね。そうですね。やっぱり走り出しのこのフィーリングってすごく車にとって大事で、はい。でそこでやっぱりその車のなんていうの、全体の雰囲気がもう走り出した瞬間にこう感じられる。うわ、曲がりやすい。だからやっぱり車って乗ってその笑顔にこうなるっていうのが車ですよね。このウィンにこう、本当あれですね、無理にならないというか、体が。ガソリン車と比べるとやはりパワーが心配ですが、やっぱりこう EV の加速の良さっていうものもやっぱあって、コアアクセルバーンって入れてください。うわー、これはだ、すごい4。こんなですか。そうなんです。なのでびっくり。もうドライバーが踏んだらしっかりとそれに応えてあげる。まあ我々ドライバビリティっていう言い方をするんですけれども、やっぱり人の操作に対して自然にダイレクトにレスポンスよく応えてあげるっていうことにこだわって評価をするときに必ず助手席に乗ってる人の動きを見ながら。ああ、なるほど。そうなんです。いろんな操作をしても助手席の人がなんかこうやって常にこう動いちゃってるとか、こうやって動いちゃってるとか、そういうことがないように作り込みをするっていう、そこはすごくこだわってやりましたね。
で実は運転してても助手席の人ばっかり気になってるっていういやー、ものすごいレスポンスいいですよ。海苔味最高です。もう南方出たことかねえ新しい言葉になっちゃって南方出ましたね。さまざまな試行錯誤を経てついに完成した RZ。 あー残念120キロくらいまでギリギリ耐えてる感じ。はいはい。ちょっとですね、車の乗り心地があまり良くない。根本的なシステムの思想をちょっと変えていかないとなかなか難しいなと思いました。開発に密着した映像からそのこだわりを紐解きます。乗っていただくケースがテントケース2つありまして、2021年とある日の会議室、新しい車の構造について議論が交わされていました。語られていたのは車の剛性についてです。さまざまなパーツで構成される車がねじれや曲げにどれだけ強いかはコンピューターによる解析だけでは分かりません。何度も何度も試乗を行い、部品を取り替えて試行錯誤を繰り返します。だとこれがどうか。そうですね。これだけでどんだけ違う。今小さなパーツを一つ変えるだけでもちょっと乗り心地が良くなったので、ステアリング振動が目立つような感じですね。全然違う車になった。すごいその効果。レクサスが誇ってきた乗り心地、 RZ ではその進化も目指していました。ヒントにしたのはある動物の動きです。一番それを象徴していたのがチーターの動きなんですけれども、チーターって視線はしっかりと獲物を捉えながらも4つの足を巧みに使って重心移動しながらものすごくそのバランスのいい走りをするんですね。大学のその研究をされている先生のところにも修行に行ってですね、地面とのその接地力をいかに高くするのかで、その接地しているところをいかに長くこう設置をさせるのかっていうことがすごく大事なんだと。チーターの動きに着想を得て開発されたのが四輪駆動力システムダイレクト4です。高トルク高レスポンスのモーターの特性を生かし、車両の姿勢や荷重の移動に応じて前輪と後輪の駆動力を自在にコントロールします。システム開発の現場にはレーシングドライバー佐々木正宏選手の姿も。プロドライバーの視点から車を評価します。足が地面に追いついてないっていうところで、その、乗り足、乗り心地っていう部分も良くないし、目線がブレてる。フロントをもう少しトルクを上げた方が車がこうもっと曲がるっていうイメージになると思うんですね。横力に変換されるので、もう少し差をつけてもいいかもしれないですね。フロントの駆動システムの微調整を行いながら雪の中、雨の中、さまざまな環境の下で試乗が繰り返し行われました。そしてこの辺のテンポ感と回る感じと、コーナリングに対しての力強さってすごいいいし、グリップ感も面白いなって思いますね。でもまだまだ完成ではありません。運転中の五感にもこだわりが。例えば音、モーターの音をもとに駆動音を作り込み、車内のスピーカーから聞かせるというシステムです。つながってて、はい、
頑張ってますみたいな感じにしてほしいんだよ。なるほどなるほど。そう、もう頑張ってますって、車も車速限界に近いですよっていう、はいそういう感じ。モーターでもやっぱりその回転数の限界にも近い状態になってますよっていうことをドライバーに知らせてあげたい。目指したのは車の走行状態が音で分かり、かつモーターの音も生かした RZ 独自の音。なるほど。イメージ通りだね。はいなんだろう、エンジンっぽいとかね、なんかそういうのでもないし、はいはいなんかすごく自然に音として聞けるはい音になったかな。はいはい他にもサウンドシステムやパノラマルーフ、植物由来の素材を使ったシートなどなど、五感をくすぐるこだわりが詰まっていました。もっと詳しく知りたい方はぜひレクサスニュースをご覧ください。さらに新たな操作性を追求した開発中のシステムもあります。それがステアバイワイヤーシステムです。従来の車のようにハンドルとタイヤが機械的につながっているわけではなく、電気信号によってタイヤの動きを制御します。つながらないことで凸凹道などの大きな振動は低減されて伝わります。またセンサーを使うことで路面状況のフィードバックを実現。余計な振動はカットし、必要な情報を伝える、まさに未来のステアリングシステムです。では参りましょそのステアバイワイヤも体験させていただきました。う。もうすごい初体験、違和感あります。押して右。OK。ではじゃあ行きましょう。出発します。参りましょ最初少しその切った感覚を、う。はい。体験していただいた方がなるほどね。ハンドル丸いよりも、より曲がる感じですかね。そうですね。なのでどちらかというとハンドルを回して曲がるっていうよりも、行きたい方向に狙ってハンドルをこう操作してあげるっていう、より直感的に本当だ。行きたい方向をこう狙ってそこにこう入れてあげるっていう、そういう感覚で運転していただけると。わかります、その言ってることが。はい自分がこう目標に対してこうハンドルを入れる感じ。そうですそうですそうです。ぐーっと。はいだからより人のこう直感的な操作と車がこう連動していくっていう、そういう感覚がこのステアバイワイヤーはすごく味わえる。これまでレクサス初の電気自動車 UX300E の開発にも関わってきた渡辺さん。 RZ そしてレクサスが見据える電動化の未来について話を聞きました。レクサスならではのベブっていうのを作り出す、これは相当大変なことだと思うんですけど、どんな苦労がありました？ EV ってすごく構造がシンプルになって、モーターと電池があればこう車としてこう必要な機能がこう揃ってしまうっていうことで、よく言われるのが EV 化をしていくとどんどん車がコモディティ化していくっていう、そういうことを言われるんですね。やっぱりその中でやっぱり我々レクサスが作るこう車作りっていうものをこうどうこの EV の中でそれをこう表現をするのかっていう、そこをとにかく考えてレクサスらしさとは何なのかっていうことを考えて作った車。結局はこうレクサスらしさっていうのは紐解いていってどこにたどり着いたんですか？まずはもうデザインとその走りっていうこの二軸はずっとレクサスが大事にしてきたことなんですね。乗り込んでタイヤが転がり始めた瞬間にレクサスだって、感じられる、その感覚をすごく大事にしました。 UX300E の一番最初の試作車ができた時にその車に乗った時に
レクサスらしさってこういうことなんだっていうのをすごく強烈にこう感じた曲があって、はい、でそれが何かっていうとやっぱり車のその素性の良さなんですね。素性がいいことで車っていうものは全て決まっているんだなっていうことをすごく感じたんですね。素性をもうちょっとこう噛み砕いていただくと、EV になるとまずバッテリーっていう重量物を車にこう搭載をしなければいけない。でそれをタイヤとタイヤの間のフロアの低い位置にこう搭載をします。そうすると何が起こるかっていうと車の前後重量配分がすごく整ってフロントタイヤにもリアタイヤにもしっかりこう荷重が乗るようなそういう重量配分ができるんですね。かつ低い位置に搭載をするので重心の位置も従来の車に比べるとすごく低くなります。これって車が一番その運動性能を考えるときに大事な完成諸減って言われるものが EV 化をすることですごく整う。でエンジンみたいな重量物がなくなってモーターになるのでそのモーターがこうタイヤの軸の真ん中にこう配置をできるっていうことでそのフロントもリアも車の相対的な重量に対してすごく軽くできるんですね。マスタードライバーが乗った時、はい、これまあ一番ドキドキする瞬間だと思うんですけど、はい、そこでダメって言われたらもう一から作り直さなきゃいけないわけですよね。はい、もう本当にもうドキドキですよね。最初は一番最初に乗っていただいた時に言われたのは、はい、EV を作ってるわけじゃないんだと、はいはい、我々はレクサスっていうブランドを作ってるんだと、はい、そういうことを教えていただいて、はい、なので先ほどからこだわっているその何がレクサスらしさなのかっていうことを最初に一生懸命こう考えて、はい、やりました。はい、あれが2年前ぐらいですか？ですね、あれは19年なので3年前になりますね。はい、意外とその5年って聞きましたけど、はい、2年でほぼこういい感じになってた。はい、車って終わりないんですよ。はい、こうやればやるほどどんどんこう進化をしていくのでより早いタイミングでしっかりと方向性を決めて目指した方向に対して車を熟成させていくっていうそういう時間をどれだけ作れるのかっていうのがすごく開発には大きな要素なのでそういう意味ではタイミングで社長に方向性を確認していただいたっていうのはすごく我々にとっても良かったなって思います。今終わりがないっておっしゃいましたけど、はい、もう発売が見えてきました。はい、それでもうまだ終わってないっていう感覚なんですか？そうですね。まだは全然終わってないです。はい、先ほどのその EV って制御でいろんなことができていくので、その制御をどういう使い方をしたらもっともっとレクサスらしく表現できるようなことがあるんじゃないのかなとか、はい、選んでいただくそのオーナーの方のその思考に合わせて、その制御でいろんな拡張性を持たせることができるので、そういうどんどん拡張させていくっていうこともこの EV の一つの魅力だと思うので、そういうこともどんどんこれからまだまだ、はい、やっていきたいと思います。カーボンニュートラル社会実現に向けてレクサスの役割っていうのはどうなっていきますか？これからやっぱりカーボンニュートラルだとかサステイナブルなモビリティ社会っていうものを実現していくのがこれもう全体の大きなそのビジョンだと思うんですね。我々レクサスはそのビジョンをしっかりと、実現をしながら車が持つその価値っていうものを絶対に失いたくないと思っているので、我々はそういう時代においてもとにかく車作りにこだわりたいと思っています。渡辺さんの熱い思いを聞いたこの日、岡山国際サーキットには全国のレクサス販売店から大勢のスタッフが集結していました。ヘイレクサス、ご用件は何でしょうか？空が見たい。超高パノラマルートを走破状態にします。RZ の販売に合わせウェブコンシェルジュという新たな役割を担う全国各地の営業スタッフです。販売前の RZ に試乗し、その乗り味を確かめます。路面めちゃめちゃ捉えてる感がなんかありますね。
てかすごいな。ウェブの理解と普及のために各販売店のリーダーとなっていくウェブコンシェルジュ。その責任は重大です。どうしたらユーザーのウェブライフをサポートできるのか、議論が進められていました。後続化の距離っていうのが一番ネックになってくるのかなと。電気自動車でも充電なくなったらそんで終わりですから、もう車止まってしまうんで。サービスエリアとかその辺行くとなった時にまたそこでお客様違う EV 車乗った方が並んでるってなると1時間2時間かかっちゃうんじゃないかな。課題を洗い出し、そのサポートについての意見交換。全国のスタッフが一堂に会しているのも販売店の横のつながりを強化するためです。他の店舗と連携を強めて、レクサス店同士の連携を強めて、全国のレクサスオーナーをチーム一丸となってサポートしていく。そういったことによってウェブの不安ですとか、お客様一人一人に合わせたウェブライフの提案だったところにつなげていきたいと。それからおよそ1ヶ月。ありますね。ありますね。新しいですね。横浜の店舗に1台の RZ が届けられました。紹介してくれたのはレクサスセンター北のウェブコンシェルジュ芥川さんです。街での乗り心地を教えてくれました。静か。静かですね。本当に何も音しないですね。静かで滑らか。はなんでしょうね、移動してる感が少ないというか。わかります。乗ってる感はあるんですけど、はい、移動してる感が少ないんですよね。自然と加速して自然と静粛する、そんなイメージですかね。続いては高速道路へ。いや、高速道路はでも本当スムーズに走りますね。静か、何より高速走っててこの静けさはなかなかないですよね。ああいう大型のバンが走ってきてもそんな音入ってこなかったですもんね。はい、結構音うるさくきますもんね。こうやってドライブを楽しんでると、はい、忘れがちなんですけれども、はい、やっぱり電動ですから、はい、充電をどこでできるかっていうのは、はい、かなり大きなテーマになってきますよね。おっしゃる通りですね。このような形でですね、充電スタンドがどこにあるっていうのが出てくるんですね。でまた普通充電なのか高速充電なのか、そういった表記もタップしていただくと出てくるんですよ。なのでレクサス RG では充電施設を危惧するっていうことはほとんどなくお車運転できると思うんですよね。充電スポットは他にも。なかなか充電場所が見つからなくても、はい、たとえね、はい、こういう販売店に来れば充電設備はあるっていうことですね。はい、おっしゃる通りですね。で実際にはこちら、見てわかるように工場内になりますので、はい、1階部分でお客様のお車をお預かりさせていただいて、手前どもがこちらに運んで充電するような形になりますので。とはいえまだ都市部と地方では差があったり、ガソリンスタンドのように気軽に立ち寄れるほどではありません。今後ウェブは広がっていくんでしょうか。ドライブがてら売る側としての本音を芥川さんに聞きました。このレクサスが完全に電動化、ウェブ化を将来的には目指してるじゃないですか。RZ の一歩目、スタートダッシュっていうのは重要になってくれると思うんですけど、ウェブコンシェルジュ的にはこのウェブに対する思いっていうのはどうですか。正直今まではガソリン車の方が私は好みだったので、ウェブ何年先だろうとかまだまだ未来の話だよねって思っていた部分があったんですけれども、これからカーボンニュートラルっていう意味合いで本当に進めようとするともっと大きな枠組みになってくると思うんですが、ハイブリッドの時もそうだったと思うんですけれども、新しいものになんかこれいいね、このレクサスの RG っていう車走りも良くて使い勝手も良くてっていう話になっていけば、だんだんと浸透はしていくと思っておりますね。そんな中海外進出も始まっています。
タイのモーターショーです。こちらでもあちら RZ が披露されます。華々しいデビューをタイで飾った RZ。 多くの来場者の目に留まっていました。今後 RZ そしてレクサスの電動化はどうなっていくんでしょうか。楽しみですね。タイで行われたモーターショーで RZ が披露されたのをご紹介したその流れで、今回のワールドトヨタニュースもタイモーターショーに注目します。今回トヨタブースではカーボンニュートラルの達成に向け4台のコンセプトモデルが目玉として展示されました。バッテリー EV 化したタイの人気車種ハイラックス、日本でも発売され話題の新型プリウス、タイのタクシーカラーの黄色と緑にカスタマイズされたジャパンタクシー、水素を燃料としエンジンで走るカローラクロス、そしてタイのモーターショーならではなのが実際に見て気に入れば車を購入できるということ。あ、そうか、だから値段がついてるんだ。ほら69万4000バーツ、280万円ぐらい。ヤリスもやっぱり日本のヤリスと顔が違いますね。ヤリスは人気あるんですか、タイでは。ใช่ค่ะเป็นหนึ่งในรถยอดนิยมค่ะก็จะมี Yaris แล้วก็ในส่วนของ Revo เองモデリスタバージョン。場内を練り歩いているとトヨタイムズの仲間に再会しました。記者対応、ナニーちゃんとドリンクちゃん、トヨタイムズの特派員が記者対応で仕事してますよ。気づくかな。ナニーちゃん、ドリンクちゃん。あ、気づいた気づいた一応トヨタイムズの特派員ですからね、あの2人はね。またリポートしてね日本でどんどん台数が増えてます。ジャパンタクシーが今度この黄色と緑になってタイに上陸したっていうことですね。今回展示されているのはコンセプトカーですが、タイのタクシー業界でも今後このジャパンタクシーが導入されるかもしれないんです。ヒリアさんね、でもタイのタクシーが全部このジャパンタクシーに変わったらカーボンニュートラルへの大きな貢献にもなりますよね。ใช่ค่ะใช่ค่ะก็จะเกิดขึ้นคาร์บอนนิวโตรก็จะช่วยลดในเรื่องของคาร์บอนได้มากเลยเป็นไฮบริด LPG 早速ね、タレントみたいな方がこう入ったりしてね、アピールしてますもんね。YouTuber なんだ。あ、YouTuber、テレビ。あ、自動車番組、タイの。ほどね。じゃあこのジャパンタクシーがタイにも来てほしいですか。อยากให้มีแบบนี้มาที่เมืองไทยหรือเปล่า来てほしいっていうか訳せるんですね。すごいですね。ね、上手。ここで人気 YouTuber の自動車番組から急遽私が取材を受けることに。เซเลบจากโตโยต้าญี่ปุ่นค่ะ คุณโทมิกาวะค่ะ สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ。สวัสดีครับ。タイにも人気が出ると思いますか。いや、絶対思います。まず乗りやすいでしょ。はい。ね。で、日本は、四季がありますから冬は寒いんですけど、シートヒーターもついてるんですよ。逆にタイは暑いのでクーラーつきますか。もちろんクーラーつくし、もちろん当たり前じゃないですか。เขาบอกว่ามีสิมีแน่นอน。何よりハイブリッドですから、静かで環境に優しいんです。だからカーボンニュートラルに。環境にいい。私富川悠太、タイでジャパンタクシーを精一杯プロモートしてきました。乗りたいです。どうぞ。เดี๋ยวเราไปลองนั่งกันเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะเคียวอ่ะありがとうございました。こちらこそありがとうございました。ขอบคุณนะคะ